夏は真っ白い T シャツで過ごしたい。なのになんだか黄ばんでる。あなたのその選択方法が実は黄ばみの原因かもしれません。この動画を最後まで見ると白 T シャツの選択方法が分かって輝く白さをキープできます。白 T 選択大作戦、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。兼クリーニング師免許保持者でございます。はい。はい。石川さん、久々の白衣。久々の白衣。丸白衣。いいですね。はい、そうですね。今日はどうしましょう。白衣とサングラス大丈夫？それは大丈夫か聞かないでください。マジでショートボブとサングラスと白衣は大丈夫ですか？はい。今日ね、ごめんなさい、今日のお題ね。白 T 選択大作戦って言いましょう。おお。白い T シャツって去年着てたやつ、今年取り出そうと思ったらこんな風になってます。黄ばんでない？なってるでしょ？なってる。そんな T シャツ、翌年取り出した時も真っ白。そのシーズンの間も黄ばまずに着られる。そのための選択方法、しっかりと今日はお伝えしていきたいと思います。白い T シャツの選択、あんまみんな考えずにやってると思うんですよ。T シャツ選択、特に白 T 選択。絶対 NG なことが5つあります。今からじゃあ聞いていきましょうか、皆さんに。はい。はい。皆さん質問しますんで、みんな挙手でお答えいただいていいですか？視聴者の皆さんもこれ自分事だと。自分事だと思って、この画面の前で挙手してくださいね。NG 集その1、色物と一緒に選択する。やってた人手を挙げてください。1、2、3、4、5、6、7人？お、1人優秀。はい、これ NG。ほぼ1個目でほぼ全員アウトじゃないですか。ほぼ全員。2つ目、ハンガーで干す。はい、挙手。1、2、3、4。お、これは半分？お、すごい、50% の人がちゃんとやってる。3つ目、色物やウールと同じ洗剤で洗ってる。いつも使ってる洗剤一緒。1、2、3、4、5、6、7、8。全員。これ NG。いや、マジか。4つ目、乾燥機で乾かす。お、これ1人だけ。あ、2人。何パー？わかんねえや、何%か。じゃあ最後5つ目いきましょうか。白 T は全部一緒だと思って。白 T まとめて一緒に洗ってる、全部。白 T 同士ってこと？そう。これ全員、8名全員、100% の人が一緒に洗ってる。これダメなんですか？これダメな理由5つ全部言ってっていいですか？上から。はい、最後のやつは後にしておきましょう。1つ目、色物と一緒に選択する。これやめましょう。洗濯するときに、例えば黒い T シャツを入れてれば黒の染料が染み出します。洗濯液なんか。実は洗ってると結構中黒くなってる。それが T シャツにどんどん蓄積していって、グレーにくすんでいったりする原因になります。濃色は絶対別で洗ってください。2つ目、ハンガーで干す。これ絶対ダメ。もう T シャツなんて襟弱いです。ここ襟がだんだん伸びていく原因になります。あと肩に当たりがつく。なんかにこうかけて、二つ折りみたいな感じでかけて干すとかっていう感じにしてください。あと、直射日光も絶対ダメですよ。ここには書かなかったですけど、干すときは。必ず室内干し、陰干ししましょう。紫外線が当たるんでね。はい。3つ、色物やウールと同じ洗剤で洗う。色物やウールと同じ洗剤で洗う。大体もう洗剤いつも決まったやつで洗ってるかもしれません。最近だと僕もおすすめしてるのって中性洗剤多いです。中性洗剤優しく洗えるんで、色柄物にも安心っていうので。でも白 T シャツには弱すぎる。白 T シャツをきれいに保とう、タンパク質しっかり落としていこうとかって考えると、もうちょっと強い洗剤で白を洗ってあげないといけないです。それが残ってこうやって黄色くなっちゃう。色物だったら分かんない。黄色みがついてる。だけど白 T はちゃんと強い洗剤で洗いましょうね。4つ目、乾燥機で乾かす。これも絶対ダメ。T シャツ単純に縮むだけじゃなくて、洗濯物いっぱいと入れてると引っ張られて伸びたりっていうこともある。これなかなか特に T シャツとかカットソーって言われる編み物難しいんで、これやめましょう。自然乾燥にしましょう。で、最後5つ目。白 T は全部一緒だと思って一緒に洗ってるっていうところですよね。これダメなんだ。うん。ダメ。どういうこと？でもね、これ分かってない人が非常に多いと思いますんで、今日ちょっと実験といいますか、1個やってみましょうか。
ここでちょっと皆さんにお願いございます。我々のチャンネル頑張ってまいりまして、もう間もなく10万人っていうところでかなり今足踏みしております。銀の手に入れたいと思ってます。その暁には必ず何か皆さんに楽しんでいただけることをやりたいなと思っております。ぜひご近所、お隣さん、ご近所の方々が、親戚一同の皆様にこのチャンネルをお勧めいただいて、同窓生の皆さんにも連絡入れていただいてもいいかもしれないですね。石川俊介の〇〇〇登録しなさい。その一言をぜひ周りにお伝えいただいてもよろしいでしょうか。というので、なんとか皆さんのお力を借りて10万人達成したいと思っております。まだチャンネル登録せずにこのチャンネルを見てらっしゃる方、今すぐ押してください。できればベルマークも一緒に合わせて押しておいてくださいね。ぜひお願いいたします。お願いします。皆さんこれ白 T って何にも染めてないから白と思ってるでしょ。ここで出てくるのがジャジャジャーンと出てくる。あれドラえもんってなんて言って出てくるんでしたっけ？パラパラパパーか。そうですね。言ったりはしないですね。スモール、自分で言わない。一家に一台。ブラックライト。これ絶対あった方がいい。なんでかっていうと、おトイレ行って、男性諸君、みんな、タッチションしてます、家で。さあ行きます、座りでしょ、みんな。そう、時代はそうじゃないですか。時代はそう、うん、周りに巻き散らしてるから、これで一発でバレますからね。これ当てると、尿素に反応して、おしっこ飛び散ってるとこ全部分かってるから。白い T シャツ、全部同じように見える。若干色違うかなっていう感じなんですけど、これ、分かります？今、見えてますかね、これ。何が起こってるか。光ってる。光ってる。光ってない。光ってる。光ってる。光ってない。ピッカピカ。光ってない。わかります？これ同じ白い T シャツの中でも2種類ありますよっていうことです。一つが蛍光ザラシって言われるこの光ってる T シャツ。蛍光増白剤っていう蛍光の染料で染めてると思ってください。だから T シャツ本来はこの光ってない色、ちょっとだけクリームがかってるんですよ。だけどこれじゃまだ黄色いよね、もっと白さが欲しいよねってなると、蛍光剤っていう紫外線を浴びると青く光る染料を入れることによって白さ際立たせてるんですよ。いわゆる色相環って言われる色の輪っかがあるの見てもらうと、黄色の反対側ってブルーなんですよ。だからブルーを足してあげると RGB ってモニターとかと一緒です。反対の色を足してあげれば白くなっていくんで、蛍光増白剤っていうのが足されてますっていうのが一つ。で、もう一つのこの光ってない方。これは普通ザラシとか無蛍光とかって呼び方をするんですけど、これはいわゆるさらしって言われる漂白加工までで終わったものなんで、その後染めてませんっていう2種類があるんですね。実はこの2つで洗濯方法を変えてあげないといけないですっていうところなんです。めんどくさいですけれどもやっていきましょうというところが白 T に2つあるっていう話ですね。この2つそれぞれくすみ方の原因がちょっと違ったりもする。無蛍光の T シャツに関しては、それ体から出た汚れなんかが染み込んでいくことによってそれが応変する。もちろんこの蛍光ザラシもそれします。プラス蛍光ザラシされてる白い T シャツっていうのは、この蛍光増白剤っていうのがだんだん落ちていくんですね。洗っていくうちに。そうするとコットン本来の黄色い方向に色が触れていきます。つまりそれが黄ばみっぽく見えてしまうっていうことなんですね、最初から比べると。なんで洗濯で蛍光増白剤を足していってあげる必要がある、というのが蛍光増白剤。一方蛍光増白剤と無蛍光のものを一緒に洗ってしまうと、こっちにも蛍光増白剤が少しついてしまうっていうことになるんで、こちらはできれば元々のナチュラルな色、ナチュラルな風合いを楽しんでいこうと思うと蛍光増白剤を足したくないから、この2つは分けて洗わないといけないですよっていう話になっていくんですね。一般的な大手のメーカーさんが出してるウタックとか、なんかちょっと大きめに言いますよ。なんかいろいろあるじゃないですか。わかります。昔からあるああいう洗剤って基本的に蛍光増白剤入ってるものが多いです。これなぜかっていうと、家のタオルだったりとかシーツとかお父さんのワイシャツだったり、ああいうもの、これもバリバリ蛍光増白剤で青く輝くんですけど、これはもともと蛍光増白剤が入って白さを出しているものが多かったんで、洗剤の中でも蛍光増白剤が入ってるんです。あれ染料が一緒に入ってると思ってください。
そういう洗剤で洗ってれば白さキープに役立ちますよっていうところなんですけど、こういう無蛍光の T シャツを洗っちゃいけません。そういう洗剤で洗っちゃいけませんよっていうところなんですね。じゃあそれぞれどうやって洗っていったらいいのっていう話になると思います。でまず共通の基本、先ほどの同じ洗剤で洗わないでね、色柄物とかおしゃれ着と一緒の洗剤で洗わないでねっていう話なんですけど、白い T シャツに関してはもっと洗浄力高いものがいいです。となった時にどういう洗剤がおすすめかっていうと、これ無添加シャボン玉スノール洗濯用石鹸仕上がりふんわり柔軟剤いらずって書いてありますけれども、一般的に今皆さんが使っている洗剤のほとんどが液体洗剤と言われるものだと思います。界面活性剤を足してに対してこれ石鹸です。液体の石鹸。液体の石鹸の方が洗浄力高いんです。でおしゃれ着用の洗剤、あれって pH が6から8ぐらいで、だいたい中性、7が中性なんで、中性ぐらい。それに対して、こっちはね、だいたい pH が 9.5 から 10.5 ぐらい。これアルカリです、いわゆる。で、アルカリっていうのが洗濯にとっては本当は非常に重要。洗浄力を上げていく上で。アルカリってタンパク質溶かしていくんで。っていうのも含めて重要ですっていうのと、で、あとね、やっぱ繊維がね、膨らみやすくなる。いわゆる防潤って言われるような、わずかに膨らんでいく。で、わずかに膨らむと間に入っている汚れがそれだけ落ちやすくなるっていうところで、ここに書いてある仕上がりふんわり柔軟剤いらずっていうのはその膨らみによって繊維自体が膨らんでくれるんで、柔軟剤を使わなくても柔らかく仕上がってくれますよっていうのと、白さがこっちの方が際立ちますんで、なんで白いものを洗うときにはこういう洗剤というか液体石鹸なんかを使っていきましょうと。ただし、1個問題があって、石鹸カスっていうのが出やすいんですよ。で、粉石鹸だったらもっと出る。本当は一番強いのは粉石鹸。洗濯用の粉石鹸が一番洗浄力高いんですけども、扱いが難しいんで液体でいいです。石鹸カスっていうのが発生しやすくなるんで、これはね、油分とアルカリが反応することによって、喧嘩現象っていうのが起こることによって石鹸カスっていうのが出てくるんで、それを防ぐためには中和するためにクエン酸を小さじ1杯でいいんで、柔軟剤のところに入れてあげるといいです。これは柔軟の効果ではなくて中和させるために最後に。ということをやると石鹸カスもつきにくいんで、非常に綺麗に洗えてふんわり仕上がりますっていうものです。これをじゃあ色柄物に使うと洗浄力高すぎて黒い T シャツをどんどん色あせるとかっていうことになってしまうんで、必ずこれと中性洗剤1本用意しましょうねっていう感じでございます。で、これ特に僕がこの辺をお勧めしてるのが、僕はね、ちょっと香害に弱い香りの害。はい、あれが本当にダメで、なんで一般的に売られてる洗剤は匂いがダメで着れなくなっちゃうんで、僕は基本的に無香料の洗剤を使います。それでプラスやっぱ洗浄力が高いっていうところで、こういう洗濯石鹸を使っていくのがおすすめですっていう感じですね。じゃあ一方、蛍光剤入りの方はどうやって洗っていくか。もちろんこれに関しては一般的な洗剤の蛍光剤が入ったものを使ってもらうのも OK です。ただし無香料のものがなかなかない。無香料で蛍光剤が入ってるって、これ洗剤メーカーとしては結構矛盾してるんですよ。無香料っていうのはなるべく添加物を入れたくないよね、みたいな感じでいくのに、蛍光増白剤っていう思いっきり添加剤入れるっていうのはちょっと矛盾するんで、確かにそうか。そうなった時に、じゃあこういう蛍光ざらしの T シャツどうやって洗っていくっていうと、最近いいもの出てますっていうのでいくと、オキシクリーンホワイトリバイブ。なんか言い方 CM っぽいですね。オキシクリーンホワイトリバイブ。皆さんご存知、オキシ漬けで有名な。ただしこれちょっと違う。これちょっと変えてあります、配合が。何かっていうと、酸素系漂白剤、粉の。っていうのは、基本成分が過炭酸ナトリウムっていう漂白成分なんですね。これもだから、ここに過炭酸ナトリウムって書いてありますけど、これはほぼほぼ過炭酸ナトリウムなんですよ。それは主成分になってます。これに関しては過炭酸ナトリウムを減らしてある。一般のオキシクリーンに比べて。その代わり、ビルダーって言われるような洗浄能力をいろいろ高めていくようなものを配合増やしてある。それが何かというと、まずは炭酸ナトリウムと言われるもので、炭酸ナトリウム、これは界面活性剤の働きなんかに役立つものなので、そういうものを増やしていってますよっていうのと、重要なのが酵素が2種類入ってます。プロテアーゼとアミラーゼ。プロテアーゼっていうのがタンパク質の除去をしてくれる。で、アミラーゼっていうのがでんぷんの除去をしてくれるっていうところで、例えば黄ばんでいくようなタンパク系の汚れを落とす能力が高くなっている。それに加えて蛍光増白剤が入ってますよっていうのがこれなんですね。
というところでいくと、こういう石鹸とかにも足してあげることによってより白さが際立つ洗濯ができますっていうところです。後で実際の洗い方やってみようと思うんですけども、これは先に洗濯槽の中のお水なりお湯で溶かしてあげた方がいいんで、それで溶かして使っていきましょうっていう感じですね。というところでもう一度整理させていただいていいですか。基本的に白い T シャツは分けて洗いましょう。で、洗い方はそれぞれ変えましょう。同じ洗浄能力の高い液体石鹸なんかを使っていきましょう。ただし、蛍光増白剤が入った蛍光ざらしにはその成分をちゃんと足してあげて白さをキープしていきましょう。無蛍光の方はそういうものを足さずにナチュラルな白で着ていきましょうねっていうのが洗い方の違いです。じゃあ、他の色柄物と一緒に洗っちゃダメとか、白だけで洗えとか、めんどくさくてできないよっていう方もいらっしゃるかもしれない。そんな方のためにこうした方がいいですよっていうところでお話をすると、まずタオル、シーツ、これ全部白にしましょう。色柄物の洋服は色柄物の洋服でまとめて洗って、白い T シャツはタオルとかシーツと一緒に洗う。タオルなんて洗濯頻度高いじゃないですか。今もしかしてそれも全部一緒に洗ってるっていう人は絶対やめてくださいね。怖いな。あんな繊維いっぱい抜けるものたちと一緒に洗っちゃダメです。白いカスいっぱいついちゃったりするんで。なんでそこはちゃんと分けて洗いましょうっていうところで、白い T シャツ、白いシャツ、白いタオル、白いシーツみたいなものを選択するかい。そういう時はこういう液体石鹸を使って、色柄物を洗うには中性洗剤で洗いましょうねっていう2つに選択は分けてくださいっていう話ですね。黄ばみがたっぷりついた T シャツ、実際洗濯していきましょうか。お願いします。はい。今日は黄ばんじゃってる T シャツの黄ばみの落とし方からまずしっかりやっていって、その後洗濯方法も伝えていきます。はい。大きく今回2種類の方法でやりたいと思います。で、一つは一般的な方法。もう一つはかなりしっかり洗う方法。若干ダメージを与えることもあるんで、それは黄ばみ具合によって選んでください。じゃあまず襟の黄ばみ。結構黄ばんでるんで落としていきたいと思います。襟元まず水で濡らしましょう。この中水が入ってます。しっかりと水に浸してあげる。これがよいしょ。で、軽く絞った状態で、結構ファンの方も多い歌麿石鹸ですね。歌麿石鹸。これ何かっていうと、なぜこの色をしてるか、これ蛍光増白剤が入ってるのが青いんですよ。普通ざらしのものには使わないでくださいね。蛍光増白剤が入ってるこの石鹸。やっぱ石鹸って洗浄能力が高いんで、こうやって濡らした T シャツの汚れてる箇所にしっかり染み込ましていきましょう。黄ばみが強いところとこすっていって石鹸をつけてあげる。一つ、汚れ分解するために叩いてもいいっていうところなんですけど、もっと手軽に行きたいときにはこれ、シャープの超音波ワッシャー。これ便利なんで、これを使うときには水に軽くつけてあげて、1センチぐらい浸かる状態にしてあげて、シュワー音が気持ちいいんで、これ何をしてるかっていうと、超音波の働きで色素分解するといいますか、繊維から剥がしていくみたいなことができるんで、濡れた T シャツに超音波押射を当ててますっていうことですね。そんなこすりつける感じじゃなくていいんで、軽く当てていってあげることによって汚れが分解されますと。で、この後洗いましょう。で、全体的にこの T シャツ黄ばみかかってるんで、これに関しては、また後ほど酸素系漂白剤とかに漬け込むっていうところをやっていきますので、それをご覧くださいっていうところですね。っていうのがまず一つ目で、きれいにしていきます。で、二つ目の方法いきましょうか。これも結構黄ばんだ T シャツです。先ほどの方法でもいいんですけど、もっと簡単に劇的に落としたいよっていう時のための方法があります。これは以前の動画でもお伝えしました、通称染み抜きカクテルと呼んでおります。染み抜きカクテル使うものは酸素系漂白剤、粉ですね。このタイプ、過炭酸ナトリウム、食器用洗剤とお水。この3つです。非常に簡単。これを1対1対1。なんで、スプーン1杯、過炭酸ナトリウム、スプーン1杯同じぐらいの量の食器用洗剤、同じぐらいなんでもう適当に入れますね。
で、お水。この3つを混ぜ合わせてもらうだけです。ちょっとね、過炭酸ナトリウム全部は溶けないんで、ペースト状になると思ってください。白いペースト状のものを作ります。これを、一応これね、平野が出してるちゃんと一応洗濯用の歯ブラシみたいな。でこれ何でもいいです。歯ブラシ、何でもいいんで、歯ブラシなんかにつけていただいて、襟の黄ばみ汚れにしっかり塗っていきましょう。ジャリジャリっと残る感じので結構ですんで、これを襟の黄ばんだ部分に塗っていきます。なんでもう歌丸石鹸使ってなんとかってやってるよりもこれやっちゃった方が早いぐらいなんですけどね、本当は。結構漂白剤使ってるんで効果早いんでっていうので、しっかりこう塗ってってください。このぐらいでいいかな。こっち側そんな黄ばんでない、襟の後ろだけですね、黄ばみがあるのは。過炭酸ナトリウムを働かせようと思ったら、ある程度温度を上げてあげた方がいいです。で、本当は60度ぐらいで一番働きが強くなるんですけれども、今回もっとカツンと上げてしまって一気に勝負をかけたいんで、そんな時にはスチーマー使いましょう。スチーマーの熱でスチーマーを当てることによって、この熱で浮かしてくださいね、必ずアイロンは。で、一気に温めていきます。食器用洗剤で、油系の汚れを落としてあげる。で、黄ばみの原因になっているタンパク質汚れ、色素沈着なんかを、過炭酸ナトリウムを使って、それに温度を加えることによって一気に働きを強めるっていうことをやりましたっていうので、この状態で洗濯機に入れてあげるっていうことをやると、黄ばみもすっきりしてるはずです。必ずこれ持っておきましょう。いや、もうそれ絶対ですね。ね、オキシクリンでもいいですよ。オキシクリンでもいいし、こういう普通の過炭酸ナトリウムでもいいんで、持っておいてくださいっていう感じでございます。じゃあ洗濯いきましょうか。実際の洗濯やっていきます。まず洗濯機なんですけど、先に中に水、お湯入れてます。こんな感じ。今それで一旦停止にしております。洗濯物は畳んでネットに入れましょうね。一つ。ここにまず最初、先ほど紹介したオキシクリーン、ホワイトリバイブ、上盛り目ぐらいっていうことだったんで、入れます。ここにさらにシャボン玉スノール。今だいたい水が55リッターぐらい入った状態なんで、ここに 90ml のシャボン玉スノールを入れていきます。はい、1、あと40ぐらい。はい、入れました。もう一つ忘れちゃいけないのが、柔軟剤のところに、今これクエン酸を軽くお湯で溶いてきましたっていうもの、柔軟剤代わりに入れます。で、この状態でまず一度洗濯機攪拌しましょう。オキシクリーンと大石鹸を混ぜ合わせます。この中に洗濯物を投入します。この時一緒に白いタオルなんか入れていただいて結構です。ちょっとしましょうね。これで規定時間回してください。で T シャツが入ってるので、なるべく脱水の時間短めにしたいです。というところでいくと、これ本当は3分ぐらいがいいんですよ。3分という設定がこの洗濯機ないんで、ソフトの6分という脱水時間にしております。すすぎは2回です。3回やってもいいですね。ではこれで洗濯上がりまで待ちましょうか。白 T シャツの洗濯やっておりますけれども、ここで我が社の白 T シャツに加えてちょっと色が入ったやつも含めてご紹介しておきたいと思います。マーカーウェアから新作 T シャツ紹介します。宣伝コーナーです。まず最初、これオーガニックギザ6ミコジャージーサバイバルクロスって呼んでるシリーズです。これリラックスとフィットティーって呼んでます。19,800円。オーガニックギザ92、世界最強の蝶々麺でございます。それを60番の糸にしたものを3本より合わせて、これね、糸作るとこまでエジプトでやってるんですよ。その3本より合わせるところから日本に持ってきてやっておりますっていうところで作ってる天竺って言われる一番プレーンなニットでございます。ただし最強のコットン×3本より
で最強の T シャツじゃないかなと思ってます。この肉感では。6ミコってどれぐらいの肉っていうと、いわゆる20番とかの肉厚な T シャツあるじゃないですか。もう目面の美しさが全く違う。そして強度も全く違うっていうものでございますっていうシリーズの T シャツ。今海外のブランドの T シャツ、このクオリティだったらもうね、間違いなく500万は超えてますよねっていうものですよね。本当に素材の良さが生きた T シャツです。洗い込んでもらってもしっかりとした生地で光沢感がバッチリあるんですけど、これはガス焼きって言って糸の段階で毛羽を焼いたもの。おまけにコンパクトヤーンっていう毛羽が出にくい紡績の糸。それにガス焼きを加えることによってこの光沢感バッチリ出てます。これ汗にくい光沢感が。という T シャツです。これは無蛍光、蛍光ざらしをしてない普通ざらしなんで、これには蛍光増白剤を入れずにナチュラルな感じで楽しんでくださいという T シャツですね。リラックスフィットって呼んでる、ちょっと身幅ゆったりした感じで、以前やってた大きなシルエットではない感じで程よく着てもらえるものにしております。ぜひお試しくださいっていうのと、それの長袖版もあります。同じ身幅なんですけれども、ロンティーになっております。こちらだと22,000円という感じですね。襟のこのバインダーの感じもほどほどの太さで、開き具合も綺麗に作ってます。で、ちゃんと作った T シャツです。素材だけじゃなくて縫製もバッチリやってます。で、さらに同じ素材でもう一個。これはね、白じゃないんですけれども、このシリーズがオーガニックギザ6ミコジャージーシリーズです。サバイバルクロスですね。レギュラーフィット T って呼んでます。より身幅が少しタイトなので、僕今この辺の少し細めの感じに戻した T シャツを着るようにしておりますので、一番気に入っている形ですね。こっちに関しては襟はバインダーではなくてロック付けになっています。設計で綺麗にした前に少し倒れてきた綺麗に着れるような襟バーにしておりますという T シャツです。サバイバルクロスっていうのはちなみに生地の名前として我が社で商標を登録させていただいておりますという生地でございます。同じ糸を使ってもうちょっと薄い T シャツの方がいいよっていう方に向けたところでいくと、先ほどは3本より合わせていたのを2本のより合わせにしたいわゆる6層の T シャツです。オーガニックギザ6層サーキュラージャージ 16,500円。これもオーガニックギザ92最強の蝶々面を使って作っているものです。何かサーキュラージャージ、丸胴です。丸胴、要は横にはぎがない。これは丸編みって言われるぐるっと丸く編んでいくタイプの編み機ですので、それを一般的な生地に関しては全部開端って言って丸く編んだものをハサミを入れていくことに開いた一枚の生地にするんですけれども、これはそれをせずに筒のまま作ってます。何がいいか、脇のあたりがなくなってくる。特にね、僕 T シャツ寝るんですけど、だんだん年齢とともに引っ張られて縫い代とかが当たってるのも痒くて寝れなくなっちゃった今。体的に。特に飛行機の中とかも寝ないといけない。そういうのが気になっちゃって全然寝れなくなってきた。旧縫い代をなるべく少なくしたタイプの T シャツです。贅沢です。なぜ贅沢か。サイズごとに編み機を全部変えていかないといけないんで、その分編みのミニマルムロットっていうのがあるんで、大量に生地を作らないといけなくなっていきますよみたいなところを全部こなしていった T シャツです。でこれに関してはかなり細幅 1.5 センチ幅かなのロック付けの襟で繊細な感じにしております。で、袖山も少し高い感じっていうところで、僕らが2000年代初頭に作ってたような T シャツの雰囲気にまた少し近づけていった感じですね。で、それの半袖ショートスリーブ T シャツ 14,300 円。こちらももちろん同じく丸胴になっておりますっていうのと、襟も同じ細い感じですね。細い襟になってて、少し懐かしいあの頃、大人の方だったら20代を過ごしたあの頃みたいな感じのデザインを楽しんでいただける T シャツになってます。超おすすめ。いいですよ。で、これが7月16日、21日より決するっていうことになってるみたいですね。なんで、これは宣伝しとかないといけない。うん。白衣着たおじさんが。白衣着て説明させていただきました。よろしくお願いいたします。ということで、洗濯終わりまして、乾燥しました。はい。これ2種類選択したんですけれども、襟の黄ばみの処理方法を変えましたっていうところでいくと、まずこちらの T シャツが、歌丸石鹸と超音波ウォッシャーを使ったもの。まだちょっと残ってる感じがしますね。黄色い感じ。これ一般的な洗い方だと思ってください。もちろん汚れのつき方の違いはあるんですけど、これは同じ人物のものなんで、同じタンパク質がついてると思っていただくと。で、こちらが染み抜きカクテルですね。綺麗になってますよね。
まだ全体に T シャツに関してはオキシクリーンのホワイトリバイブも入れたんですけれども、まだ若干ちょっとね、黄色みがある感じはしてますっていうところで、何回かああいう洗濯方法を繰り返してもらうか、こうなると酸素系漂白剤でまずは、つけ置き洗いをしていただくのがいいかなと。で、オキシ漬けみたいなこともよく言われるんですけれども、そこの紹介も簡単にしておくと、酸素系漂白剤の使い方。これちょっとキーワード出てくるんですけど、トリプルシックス、3じゃない、トリプルシックス。トリプルの方を指しちゃった。トリプルシックスと覚えていただくといいと思います。これ何かっていうと、過炭酸ナトリウム、いわゆる酸素系漂白剤、粉のタイプですね。これを1リットルあたりだいたい6グラム入れましょうっていうのがまず最初の6です。で、2つ目の6が、基本的に一番働くのは液温60度です。なんで本当はなるべく保温しながらやってあげる方がいいんですけど、クーラーボックスの中とかね、やってあげるのがいいんですけど、60度。で、3つ目が、つけ置き時間60分。で、666のトリプルシックスと覚えれば覚えやすいんですけど、が一番働きが良くなるっていうところなんで、もう大体この白さでいいと思うんですけれども、これで酸素系漂白剤、今のトリプルシックスでつけ置きをしてあげると、さらに白さが増していきますよっていう感じですかね。全体取ろうと思うとね。あんまり漂白ってそんなに頻繁にやらない方が繊維にはやっぱりダメージ与えるんで、塩素系の漂白剤って言われる、ハイターみたいなのに比べると圧倒的に優しいんですけど、とはいえありえますので、なるべくそういう回数は減らしていくっていうところで、あとは洗剤に先ほどのね、オキシクリーンを出してあげるみたいな感じでやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますっていう感じですかね。なるほど。はい。あとはあんまり基盤前にちゃんと洗濯しておきましょうねっていうところですね。では石川さん、はい。本日のまとめ。はい。本日のまとめがございましたね。はい。白 T シャツにも2種類あり、洗濯方法を分けましょう。あと、色柄物と一緒に洗わないようにね。あと、洗剤もなるべくならね、色柄物と変えましょうね。まとめを足していくスタイル。でもね、結構最初の5項目の NG あったじゃないですか。結構衝撃。そっか。うすうす分かってたやつもありますよ。ハンガーとか。その白同士って実は違うよねは結構一番の衝撃だった。そう。そこまで分けるのめんどくさいよっていう方がいるんだったら、もうどっちかに統一していくっていうのがいいですよね。そうですよね。買うときにね。そう、買うときにもう常にブラックライト持ち歩いて買い物の時は。怖いな。もう常にこれをこう懐に忍ばせて。でも店員さんがふっと言った時に当ててみた試着室。試着室でもいいですね。まあいいんですか、もう並んでるところで当ててみたいな。タオル買いに行っても当ててみてね。シーツとか買うときにピッとこれでやっていると、はい、わかるかなと思います。実際そこまで取れたのを見ると、やっぱり確かにそれ従った方がいいなと思いましたし、タオル問題。いや、もうタオル全部白にしましょうっていうのが。そう。何色今タオル？いや、結構彩り緑。彩り緑。緑ですか？黄色緑。彩り緑だ。そう。うちタオル全部白。シーツももちろん白。石川さんが持ってる T シャツは、その白でもどっちもあるんですか？その蛍光ざらしと。どっちもあります。うちで作ってるのは蛍光ざらししてないんですけど、やっぱり買ってくるものって蛍光ざらしのも多いんで。蛍光ざらしじゃないものがちょっとややこしくなりがちなんですけども、タオルもやっぱり蛍光ざらしじゃないもの結構あるんで、それはそれでまとめて洗うみたいな感じですね。今回の主役こいつでしょ。ね。これなんで青く光るか知ってます？これ蛍光って。確かに分かんない。蛍光って何かっていうと、光を取り込んで逆に発光してるんですよ。その時に光の持ってるパワーを上回るんですよ。だから波長がちょっと短くなる。っていうところでいくと、紫外線って一番光の中でも波長が短いじゃないですか。それが波長、パワーを上回る長くなるんですよ。なんで紫外線って目に見えない光を浴びると、目に見える青の光に変わって出てくるんですよ。らしいですよ。ちょっと豆知識。皆様、10万人目前まで来ております。なんとか周りの方々にお勧めいただく。もちろんまだ登録されてない方、今すぐ登録ボタン押してください。で、周りの方にお勧めいただいて、なんとか我々が10万人を達成できるようにお力添えをいただけると非常に嬉しいです。
お力添えいただいた方にこれプレゼントとかってやりますか？なんでそれなの？丸々とかここ刻印入れてとか。ファッションチャンネル。ファッションチャンネル関係ないか。ファッションの方でお返しした方がいいですかね、皆さんにね。なんか10万人達成したら本当になんかやりますんで、ぜひ10万人我々に銀と盾を送ってやろうというそういうお気持ちで広めていただけると嬉しいです。合わせて高評価、コメント、そしてベルマーク&ハイプよろしくお願いいたします。